全世界の皆さん、こんにちは、こんばんは、タナです。本日はじゃん、ご覧の通りこの袋の中に100均で買ってきたキャンプグッズが大量に入っています。で、結構今いろんな方が100均で買ったキャンプ道具でキャンプをされていたり、キャンプ場でいろいろ使ったりしてるのを見て、ちょっと僕も実は気になってました。で、せっかくなので今日はダイソーで買ったキャンプ道具とキャンドゥで買ったキャンプ道具とセリアで買ったキャンプ道具を全部開けていって、ちょっとファーストインプレッションというか、実際に使えるものと使えないものは今この動画ではあると思うんですけれども、全て開けていって、皆さんと一緒に、なんかああでもないこうでもないっていうのをやっていければと思っています。それでは早速100均で買ったキャンプ道具を開封していきます。じゃあまずはダイソーからいきましょう。でダイソーで買ったものがこの2つです。この2つで、もうちょっとランダムに、開けて並べていきます。ウォータージャグ、これが、折りたたみコンテナ、収納ですかね。で今ダイソーで買ったキャンプ道具を全部並べてみたんですけれども、セリアとキャンドゥもせっかくなんで一緒に全部出してみます。で、これから次がこれですね。セリアを開けていきます。はい、で、次はこちら、毎日に発見をキャンドゥさん。はい、ということで今すべてのダイソー、セリア、キャンドゥの100均で買ったキャンプグッズであろうと思われるものを全て開けてみました。で早速じゃあ一つずつ、手に取って、どんな用途なのかとかをちょっと見ていこうと思います。で僕今これも実際外にいるわけじゃないんで試せないものとかもちょっとあるんで、そこはご勘弁願いたいんですけれども、できるだけ手に取ってみて、その使用感というか、何ですかね、これまで僕が使っているキャンプ道具と、比べた感想とかを伝えていければと思いますので、よろしくお願いします。はい、じゃあ、どうですかね。もう片っ端からいっていきましょうか。まずはじゃあこれですかね。ウォータータンク、ダイソーのウォータータンクで、これね早速申し訳ないんですが300円みたいですね。300円で10リットル入る、ウォータータンクです。でこれじゃあちょっと開けてみます。ウォータータンク、これじゃあもう水入れてみますね。ここを回して開けると何ですかね、水が入るみたいですね。これ確かねキャンプ道具取材でなんかこういうの見た記憶がありますね。見た記憶がある。非常にシンプルです。この口ジャグのコックになっていて、水を入れるだけなんで、これで水入れて、おそらく手で持って注ぐんでしょうね。ちょっと水入れてみましょうか。今入れてきました。入れてきて、で多分こうやって持っても全然なんですかね、持ち運びできますし、ちょっとこうやって形はやっぱ重たいんで変わるんですけど、置けばなんか普通の形になるっていう感じですかね。でですよ、これがここは回って、これをまっすぐにしたら出るのかな。ちょっと入れてみましょうか。コックをひねるだけで簡単に水が出せる。コックをひねる、これでいいと思うんですけどね。これでね、左に倒すと閉まってて、右にそうです。やっぱりこれですね。この感じです。水が出るスピードは今ね結構出してるんですけど、そんなに速くない。
ちょろちょろちょろって出る感じですね。でおそらく持って入れてもいいし、重たければこれね柔らかいんで横にこう倒して出すっていうような感じみたいですね。はい、ということで1つ目終わりです。こんな感じでなんとなくいろいろやっていきます。はい、ジャグですね、1個目が。はい、で次こちらですね、地面に刺さるドリンクホルダー。これが、ちょっとねこれ今僕家なんでこれ刺したら怒られるんで刺せないんですけど、これをこういう風にこの写真があるようにできるみたいですね。例えばローチェアとかで座っている時に、テーブルとかをなくても、これ地面にザクッと刺して、で、缶ビールや、ペットボトル 600ml まで、あとは 500ml、あとは紙コップ、などが使えるというふうに、書かれています。これはね、でここまでこれだけこう差し込むとちょうどいいというふうに書かれてます。はい、ちょっとこれはね今刺せないんであれなんですけど、で、ペグ、このペグがこれ100円ってねすごい安いですね。6本入っていて、キャンピングキット、キャンピング用スチールペグというふうに書かれています。このタイプのペグは、何ですかね、あんまりこう強度が強くなくて、すぐこうぐにゃっとなっちゃうと思うんですけれども、100円でこんだけ入ってれば、なんかねいいんじゃないですかね、初心者向けというか。ちょっと実際に僕今打ってないんで何とも言えないんですけども、こちらのタイプのペグって結構打ちにくいんですよね。なぜかというとこう力がまっすぐ入りにくいので、こうぐにゃってなることが多いんですよ。なのでそういう風になんかこうガチでこうキャンプをやっていく人のためのものではもちろん100均なんでないとは思うんですけれども、ライトにペグとして機能性はしっかり果たせるような気がするんで、用途次第ではいいんでなかろうかと思います。はい、ということでこちらが、キャンピング用のスチールペグでした。で、これその横にあったこれはバーベキュー串ですね。バーベキュー串、こんなのあるんですね。バーベキュー串がこれはもうこちらのバーベキュー串を1本じゃあ取り出してみましょう。バーベキュー串こんな感じですね。購入の時も指刺さらないようにこんなんですか、先っぽの保護されているゴムみたいなのがついてるんですけれども、この手のところがねこうちょっとなんかこう焼きが入ってるとかおしゃれですね。ちなみにこれ送ってきたからかわかんないですけど、これ曲がってるんですよね、若干。いやわかんないです。これちょっとさすがにねこう売られてる時じゃなくて僕が途中で曲げちゃったのかもしれないんですけど、言うてもこれ真ん中にこう刺さってないんで、100均なんでね、そこはご愛嬌ということでね。はい、これがバーベキューの串ですね。こういう串が1個あるとなんとなくねこうウインナーとか買っとけばもうね炭火でこう刺してこう炙ってとか、マシュマロとかスモアにしたりとかもできるんで、1個ねあってもいいんじゃないかなと思います。バーベキューグッズって感じですかね、キャンプ用品というよりは。はい、で、こちらこれが、網交換ホルダーですね。網の交換用に網交換ホルダーはですね、これはセリアさんの網なんですけど、ちょっと試しに試せるように、要するにこの網交換ホルダーはこれを網をこうやって持って交換できるために、あるものだと思います。はい、便利グッズということで。で、これがスプーンとフォークで、こちらが、フォールディングスプーンとフォールディングスプーンと折りたたみスプーンなのに、スプーンとフォークが、ついているという、なん
とも謎現象。本来はホールディングフォークのはずなんですけれども、まあそういうこともありますかね、たまに。でこれが折りたためるのかな、折りたためるそうなんですけど、どうやって折りたたむんだろう。ストッパー、なるほど、理解しました。ここがストッパーになってるんで、これをこっち側に持ってくると、ここがこうやって取れるんですよね。取れるので、取れたらこういうふうに折りたためるっていう感じですね。もう一回いきます。これをストッパーをこう上にやることによって、ここが折りたためるようになっています。で、使うとき、これだけ小さくなって、使うときはこれをパチッとこう開いて、ここストッパーをつけると。パチッと開いてストッパーをつけるというふうになっているそうです。まあどうでしょう、これね100均でこれスプーンとフォークなんですけど、まあやっぱね当然ねこうチープだとは思います。もちろん見た目とかなんかこうお子様のグッズみたいな感じが正直します。ただ100円なんでね、贅沢言ってらんないんで、まあこういう折りたたみのコンパクトなやつ、僕ねスノーピークの、セット、スプーンとフォークとナイフのセットのやつを、持ってるんですけど、それもね最近もうほぼ使ってないですね。キャンプ場みたいな、なんかもうお箸だけ持っていくぐらいなんで、はい、こちらがスプーンとフォークでした。はい、で、じゃあ次これですね。これ、携帯用レジャーマット。これ今ね僕お尻が痛いんですごく使いたかったんですよ。これがブオンちょっと読めないです、ごめんなさい。これがここに、ゴムのこう収納するときに使えるのがついていて、広げるとこんな感じですね。なるほど、正方形じゃないんだな。で分厚さは、これ26センチみたいですね。横が42センチ、こっちが42センチで、ここの短い方が26センチになっています。でこれは分厚さがねそんなないんで、なんかピクニックとかに使う感じですかね。書いてるようにキャンプというよりは。ちょっと座ってみましょう。ないよりはいいですよ、もちろん。ないよりはいいと思います。ちょっとねじゃあキャンプ場でなんかこう、今こう地面がこう平らなんでマシなんですけれども、これが平らじゃなかったらもしかするとゴツゴツしてちょっと痛いかもしれないです。それぐらいの分厚さと思ってください。はい、じゃあ次、これですね。フッククリップ、なるほど。フッククリップでこれ開けて、これ多分ねアウトドアキャンプで袋小物をかけられるって書いてるんですよ。ここに袋小物をかけられるって書いていて、使用のイメージとしてはテーブルの足やポールに挟むだけで、ここですね。ここにこう袋をかけるっていう代物らしいので、確かに、便利グッズですかね。おそらくこういうふうにこうポールがあってかけたら、ここに袋、例えばこういうシェラカップをこうかけたりする、袋をこう2つかけたりできるような、収納お上手グッズみたいな、そういう感じなんですかね。で耐荷重が 500g なので、そんなに重たいものはかけられないので気をつけてください。でこの中、ここが、若干こうなんですか、ウールのスポンジみたいになっていて、なんか傷つかないようになってるんですかね。指挟んでもそんな痛くないんで、謎も売られておりました。で、どんどんいかないとちょっとあれですね、とんでもなく長くなりそうですね。これがシェラカップ、ステンレス手作りボール。はい、これもうなんか台所にありそうなこう質感なんで、キャンプに持っていく質感じゃないというか、なんかもっとねこうキャンプに持っていくのは、僕が持ってるシェラカップはそんなにこう高いものではないんですけれども、これなんですよね。これちょっともう僕いくらで買ったかも覚えてないんですけど、こういうなんか質感がちょっとやっぱ全然違いますよね。ただ
100円なんでっていうもう言い訳が全てできちゃうんで、こういうツルツルのものです。でこれコーヒー折りたたみコーヒードリッパー、折りたたみコーヒードリッパー、こんなのもあるんですね。これはまあコーヒーバネットですね。ユニフレームさんとかで出ているコーヒーバネットの、いわゆるこう類似品っていう感じですかね。こういう風に。でこれは何ですかね、このセリアでもあって、セリアはこう4つ支えがありそうですね。ダイソーのは3つなので、安定性はセリアのがあるけれども、果たして4つ必要なのかと言われるとちょっと謎ですね。こういう風に置いて、ここの上にフィルターを入れてドリップをするというような形です。これはね無難に使えるんじゃないかなと思います。僕前ユニフレームさんの使ってたんですけど、キャンプ来てる人に同じの見せてもらって使っていて、全然使えていたので、円錐形のフィルターが必要になります。はい、で、こちらがキャンピングツール、マルチツール、キーホルダー型というふうに書かれていて、これちょっと開けてみます。キャンピングツールでこんな感じですね。でこれが機能としては栓抜き、レターナイフ、キーホルダー、ドライバー、プラスドライバー、マイナスドライバー、定規、ボルト、ナット回し、釘抜き、スポークレンチというふうに書かれています。マルチツールですかね。ちっこくて、ここで栓抜きしたり、ここがなんですか、こうネジ回しだったり、ここがドライバーですかね。これがドライバーですかね。でプラスマイナスって感じなんですかね。でここも、六角のやつですかね。キャンプのお供に一ついかがでしょうか。はい、でこれが折りたたみコップというふうに書かれていて、カラビナ付き。これがだから回すのかな。そう開けて、そうするとこれがはいはいはい、これ水こぼれるでしょ。こぼれないのかな。すごいですよこれ。この状態でこれをピュッとこう開くと確かにコップになるんですよ。ちょっと水入れてみましょう。いやこれはこぼれるでしょ普通に。全然こぼれないですね。ちゃんとしてる。すごい。これ全くこぼれる感じもなく。どういうことだこれ。うまい具合にこれ噛み合ってるんですかね。ちょっとでもこれ不安ですよね。不安というかこれすごいな。途中でこう少し動かしてもこれ今ねちょっとこうもちろんねこう下にするとこぼれます。こぼれるんですけど、普通にしてればこぼれないです。でこぼれたといってもこの横に水が落ちるようになってるんで、今下はこぼれてます。すごい面白いですね。これ面白グッズだ。はい、折りたたみコップでした。ちょっとゴミでどんどん散らかってってるんです。はい、で、手元にあったこれがダイソーのステン20マグカップ 200ml。これはあれだな、二重なので保温性とか保冷性とかを確かめなくちゃいけないんですけれども、ちょっとこんだけあるんで今日はやりません。ただこれやっぱりこう二重になってるだけあって少し高いですね。200円になって、これですね。 LED 不思議なキャンドル。不思議なキャンドル。息を一息で消える。防水ではありません。電池が1個いって、ついた。電池入ってました。ごめんなさい、失礼しました。電池がもうすでに入っていてセットされてただセットされている電池はテスト用です。つかなくなったら新しい電池と交換してくださいというふうに書いています。で特徴はこれですね。ここ後ろ入れると今これつきました。ライトがついてこんな感じです。でこれが
強めにふっと息を吹きかける振動を感じるセンサーで LED がオンオフ作動してます。やってみましょう。お、消えた。すげえ面白いですね。おー、なるほど、すごい。どうですかこれ。これ面白いですね。これ子供が喜ぶんじゃないでしょうか。うん。こう上から当てるとこの中の多分こっちでしょうね。これがセンサーになってるんで、ここで反応すると。なのでこっちからとしても全くついたり点灯しないんで消えました。つきました。はい、以上です。で次、これ網焼きストッパー。これはなんだ。網焼きのずれ防止にピタッと固定。なるほど。これもうね、このイラストで皆さんにこうお伝えするしかないですね今。ただ、まあなんですかね、やっぱこうバーベキューとかをしてる時に網を置いてフックとかこう引っかかる場所がない時ってずれるじゃないですか。だからそれがまあずれないようにするというような代物なんでしょうね。まあ物としてはなんかこんな感じになっていて、これが網だとしたらおそらくなるほどね。ここがちょっと分かりにくいんですけど、1箇所、この1箇所、1箇所に1つの穴に、フックで入れることによってこうずれないようになっているので、それをこう4つつけることによってなんかこう網がこう引っかかって、ずれないようになるというようなものかと思われます。で、次がこちら、ナイフ。これが100円で売られてるのか。これはすごいですね。100円でナイフとかこう万能ナイフが買えるってすごくないですか。全ての機能をこうさらけ出した状態で入ってましたからね。でこれがですね、ナイフですね。ナイフ、缶切り。ここが缶切りですね。缶切り、線抜きとマイナスドライバーで、ここプラスドライバー、コルク抜きで、これが滑り止めラバーですか。収納するとこんなにコンパクトになりました。いかがでしょう。普通に切れそうですけどね。最低限の切れ味はあるんじゃないでしょうか。100円なんでこういうものもあるそうです。でこれが、ランタンポール、キャンプ用のランピング。これはなんか結構普通にね、他のメーカーとかでもあったりするんで、これ100円だったらね、3キロまで対応できるそうですね。ポールにここをこう通した状態で、こっちポールと通すと、こう引っかかるんですよね、こうやって。でここでいわゆる何か吊るしたいものを吊るすというような感じですね。なので例えばこういうランタンとかを吊るす時もこうやって吊るせるというような感じですね。でここにこうポールがあるって感じですね。3キロまでいけるんで割とね、一般的なものなんじゃないですかね。対応ポールサイズが 18mm から 32mm というふうになっています。こちらキャンピングツールアルミ風よけ8枚板。これ500円だ。やば。これで500円です。これだけ高い。500円だったらちょっとこれ買うの悩むかもしれないですね。100円だったらね全然いいんですけど、そんなになんかこれあれなんですかね、こう高級な仕様なんでしょうか。なんか紐がこう飛び出た袋に入っていて、開けてみます。およよよよ、これはフィルムがついていますってなってるのはこれフィルムですね。フィルムなんですけど、どっから剥がすのって感じですね。ピタッとついてますよこれ。これ剥がれなくないですか普通に。いやめちゃくちゃ精度のいいフィルムですよこれ。ある意味手でねこうガシガシってすると
これ今これね、これ綺麗に剥がれるのかな。いやこれはちょっとあれでしょう。見てください、これ剥がれないですよ、これ綺麗に絶対。いやこれ絶対剥がれなくないですか。これ剥がさないやつかもしれないです、もしかしたら。いやでもこれ保護フィルムなんで、これちょっと今これね、こんなこれ買って剥がすまでがなんかすげえ、いやなぜかというとこういうところがわかります？これ焼きたいですね。全部焼きたい。これ焼いて剥がしたい。まあちょっと剥がすのは諦めて、この横にこれが結局こう両サイドにこういうのがついてて、これ何かというと地面にここを突き刺せるようになってるんですよ、ちょっと出るようになって。でどういうことかというと、例えばじゃあ何かをアルコールランプとかがあります。そうするとまあね、こうやって範囲内に風よけの壁を作ると思うんですけど、その時にここ両サイドを地面にこう突き刺すことによって、ここが動かなくするっていうような、補助のペグみたいなものなんですね。これは面白いです。はい、ということで500円のキャンピングツール、アルミ風よけなんですけれども、こちらは、めちゃくちゃこの保護フィルムを剥がすのがめんどくさそうな気がします。僕今1面だけ剥がしたんですけど、1234567 面かける2で16面あるんで、ちょっと修行になるかと思われます。これは500円どうでしょう。今のところ皆さん欲しいものありました。で、こちらが折りたたみコンテナ、折りたたみコンテナですね。折りたたみ、これが200円。これを内側に入れるんだ、ここをね。なるほどね。そうすると折りたたみコンテナが出来上がります。家に置く収納みたいな感じですかね。これはキャンプ用品というより、これをねこうチョイスしてきたメンバー的には、これはキャンプにこれをこう持っていくコンテナっていう感じなんですよね。ちょっとコメントください。コンテナでした。で、これレジャーアイスあと2つですね。ちょっと長くてごめんなさい。これ150円。これも頑張って100円にできなかったもんですかね。耐荷重がごめんなさい50キロなんで、僕体重62キロぐらいあるんですよ。だいたい60キロから62キロをさまよってるんですけど、でももう座らないことにはこれ実験にならないんで、ここが紐がついていて、もうこれあれですよ。僕は今自己責任でやってるんですけど、これ座っちゃダメですからね。体重重い人。子供用ですかね。子供用。子供用。これね150円で地べたに座らなくていいっていうのであれば全然いいような気がしますね。ただねこれもう本当に小さいんですよ。もうお尻がね決して僕お尻だけがでかいとかでもないと思うんですけど、座っても足りてないです。もう面積が、お尻部分の面積が足りてないですというものでした。で最後いきましょう。これね、これが最後です。こちら、ぺちゃんこ水筒 3.9 リットル、畳めるマイナス20度冷凍、繰り返し餅つき。ちょっと分厚さはちょっと頼りなくはないけれども、じゃあこれに水を入れて、車に積んで持っていくとか、ちょっとした水を運ぶみたいな用途だと思うので、繰り返し使えるというふうに書かれてますね。もしかするとアウトドアシーンとかだと砂利のとことかに置くと何気に分厚さは多少あるんですけど、ちょっと不安は残るかな。ウォーターバッグということでご紹介しました。ということで今ダイソーですね。ダイソーで買える、キャンプで使えるであろうものをちょっとざーっと紹介してみました。
多分これ以外にも結構出てるのたくさんあると思うんですよ。ただ店舗を回って、見てきてもらったんですけれども、これぐらいしか、なかったそうなんで、本日は、こちらが、100均ダイソーで買った、キャンプ道具ということで、ざっとご紹介をしました。はい、じゃあ早速次は、セリアのキャンプ道具がここのエリア、ここからこの真ん中なんで、この辺りを紹介していきましょう。はい、じゃあまず早速これですね。これがシェラカップ、これもシェラカップですね。シェラカップとこのシェラカップで合わせられるボールがこちらです。でちなみにダイソーのシェラカップがこれで、ダイソーのシェラカップと比べてみると、これ右側がダイソーですね。もうこう上から見るとこのどっちがどっちか分かんないです。で取っ手から見てもどっちからどっちも分からない。これは同じかもしれないです。もしかしたらステンレス付きボール12センチ、12センチ、同じものをそれぞれ売っているのかもしれないですね。ただセリアはこの上というかこれ別売りだと思うんですけど、ボールもなぜか買ってきてたんで、ついてました。これでも別売りだと思いますよ。ダイソーにもあるかもしれないです。はい、これマルチツールカバー L、 なるほど。トングなどの収納に最適、長さ38センチまで、フィールドワーク、キープドライということは水が入らないのかな。水がねこう入らないような仕様になってるのかもしれないです。これで、ここになんですかね、いろいろとなんかこうこれが僕が使っているテオゴニアのスミトングなんですけど、入れてみましょう。長さが入らないんですけど、こんな感じで入るっていう感じですかね。ちょっとごめんなさい、これ今ちょうどいい長さのものがないんであれなんですけど、雰囲気は伝わるかなと思います。何かこうそんなに入らないですね。ペグとかのがいいかもしれないですね。ペグ、さっき買ったこのダイソーさんのダイソーとセリアのコラボレーション、こういうのをここにねこうやって入れて、持っていくと、こういう使い方だったらできなくはないですね。ちょっとこれすごい小さいんで、もう少しサイズ感あってもいいかもしれないですけど、はい、という代物でした。で、これハンガーロープがこれすごいっすね。これめちゃくちゃアイデアじゃないですか。この紐がこれちょっとこう作ってる工程を見てみたいですね。これすげえなこれ。これで、ちょっと長いんですけど、両サイドにこうハンガーロープかけて、で、こういう風にピロンってなっている状態のところに、どこでも物をかけられるよっていうやつだと思います。例えばこういうものをここにかけてこうやってもいいですし、これとかね2つかけてもでちゃんとずれないようになってるんで、これねこういう風にかけられるんで、結構この紐は1個あると確かに、便利かもしれないですね。ただ悩みがありまして、これ収納する時にめっちゃ絡まりそうですね。だからくるくる巻いていかなくちゃいけないのかな。巻いていけば元通りにはなりそうですね。巻いていくのがいいのかな。そしたらこう一番最初の形に戻るんで、それが良さそうな気がしています。はい。でこれですね、もう手当たりしていきましょう。お手入れ簡単、コンロの汚れを防ぐ厚く丈夫なアルミシート 2m×30 センチ。これはね、これなんか説明不要というか、
焚き火台の中とかを、こちらでこうね囲っておくと掃除が非常に楽になるというような代物だと思います。結構これはね僕キャンプ始めたての頃ちょっと何だったかユニフレームかなんかの焚き火台のコンロを使ってたんですけど、その時に、使ってましたね。確かこういうのどこで買ったか覚えてないんですけども、初期は割と使ってました。もうほんとこういう感じでバーベキューの後、炭とかを入れてこれで囲っておくと、油が垂れてきてもこのアルミホイルの上ですし、洗うのがもう全然洗わなくてこの上を剥がして捨てるだけで OK になるんで、とても便利な代物なんじゃないかなと思います。よくあるものなんで、これが100円であれば確かにいいかもしれないです。で、パラコード、なるほど、パラコードはね、こうやってね何かにこう吊り下げておけば何かあった時に、使えるのでいいかもしれないですね。カバンとかにこれつけておくと本当は何かあった時にパラコードがちょっと足りないとか、なんか結びたいとかそういう時に使えるんで、これなんかいいですね。でしかも割とかっこいいというか、パラコードホルダーでした。これが、肉をしっかり噛んで返しやすいという、ミニバーベキュートング。これソロキャンプいいかもしれないですね、これあると。で、これね一人で全然ねちまちまこう焼いていいと思うんですけど、これ全然もう100均とかじゃないんですけど、これ実は小津の社長からもらったものなんですけど、これも一人用のすごく小さなトングなんですよ。これめちゃくちゃ良くないですか。ここね分かりにくいかもしれないですけど、これ小津ってここ入ってるんですよ。小津って入っていて、先っぽがちょっとこうつかみやすいな。でここで折りたたんで、こうやって収納できるんでちっちゃいですよね。下手したらこうお箸でも使える。この間もらってちょっと嬉しかったんで、今度これで一人用のこうねB6 くんとかを使ってバーベキューしたらこれ楽しそうですけどね。これちなみに非売品なんで販売はされていないと思います。これあったらねすごい売れそうですけど、こんなのもあります。すいません、ちょっと話が脱線しました。で、こちらコーヒードリッパーを開けていきます。はい、コーヒードリッパー、これはダイソーと比べるのが一番早いと思うんで、ここが、開けるとコーヒードリッパーがこんな感じで 4つの4口っていうんですかこれで、ダイソーが3つ、好みの方を買ってください。で、これちょっと足が痛いですね。こちらがこれもランタンホックというふうに書かれていて、こちらが、ランタンホックというふうに書かれています。これが、これもダイソーの、こちらランタンホルダーと同じような用途のもので、ちょっとよりシンプルで耐荷重が1キロなんで軽いタイプですね。軽いタイプ、100円で、サイズによってこう使い分けるっていう感じでもいいかもしれないです。これちょっとね個人的に気になってたんですよ。これがね火起こし用のダブルクッションエアポンプというふうに書かれています。これはどういうことでしょう。なるほど。これですけど引いても押してもどっちも風が出るんですよ。ちゃんと風出てます。ちょっと狙いを定めるのが難しいかもしれないです。
まあ、ただこうやってこれ絵にも書いてる通り前後にまあシュプシュプシュプシュすればほらほらほらいい感じじゃないですかこれ。はい、という火起こし用の何ですかねこれもうフーフーするのがめんどくさい人用の火起こしグッズです。これが皮膚希望。皮膚希望はね絶対あった方がいいんでキャンプの時は、まあ、僕はこっちより皮膚希望あった方が皮膚希望買ったらいいんじゃないかなと思いますけどね。皮膚希望がこれまあ、ちょっと短めですね。短め、皮膚希望に関してはこれ結構こう細くてふーって吹かないとこう出てこないんですよ。ただ、そっちのタイプの方がこう長く風をこう送り続けられるんで僕は好きですね。ここの直径が太いと息がこうパサッとすぐ出ちゃうんで何回もこうフーってしなくちゃいけないんでこう細いタイプの方が僕は好きなんでこれは全然100均だとこうコスパはいいんじゃないですかね。確かに Amazon でも500円ぐらいしたと思うんでこれ皮膚希望はね100均のものでもまあ全然十分じゃないかと思います。ただちょっと短いので短いので、まあ、そこはまあ、長さが足りないという人はおそらく出てくるかなと思います。収納する元気がだんだんなくなってきました。で、次がこれですね。こちらにしましょう。ファイヤースターター。これも以前実は僕ファイヤースターターを、何種類か、まあ、10種類ぐらい紹介する動画を作ってるんで、そちらをご覧いただきたいんですけれども、これが、まあ、結構一時期ねすごいこれ話題になってたと思うんですけど、まあ、ほんとシンプルでこうギザギザなってるんですよこの先っぽが。でこのギザギザなってるところをここに当ててこうやって当てるとまあ火がつくというようなものです。まあちょっとやっぱ小さいんで使いにくさは多少あるんですけれども火花ちゃんと散ります、ね、簡単に誰でもできると思います。もうこれ先っぽ当ててこうやってするだけなんで、はい。で、ランタンが3つ引っ掛けて吊るせるランタン。これが LED ランタン。これもしかするとドライバーがないといけないので100均で買ったドライバーで開けてみます。これでもドライバー使わなくちゃいけないとかマジでめんどくさいですねこれ。ちょっとこれはね勘弁してほしいですね。そんなこう電池入れ替える時に毎回ドライバー使うなんてほらねこれちょっとブーイングしたいですね。でこれ、フィールフリーミニランタンナンバー。これが、これもテスト用の電池が入ってるんでつきました。こうですね向きが。で、閉めるとこれが明るくて中ぐらいで点滅らしいです。連続点灯は4時間だそうです。ちょっと短めですけど、ね、でこちらがめんどくさい開け方をしたランタンです。これ いらなくないですかねここのネジセリアさん。これはここはなくていいと思います。最初だしかも今僕もネジなくしちゃったんで、はい、つけて消してつけて消してこんな感じですね。で、このランタン09ナンバーが入っているものです。ちなみにこれが12時間単4電池3本で12時間持つそうです。こちらは連続点灯時間がボタン電池3個使用で連続点灯時間48時間。なかなかですね。セリアの
ランタンを紹介いたしました。で次がペグアルミニウムペグ100円。これは結局1本じゃペグは足んないんで、このアルミのペグは非常にいいんですよ。使いやすくて、頑丈で打ちやすくて、僕はね普通に使ってるんですけど、でこれ打ちやすいんですよ。上なんですか、力もちゃんとまっすぐ入るんで、ここがね地面に向かって、これ打ちやすいんでおすすめですけど、これコストパフォーマンスが、1本100円だとなんかセットで、10本で1000円か。ちょっと Amazon とかでこれ比べてみた方がいいかもしれないですね。コストパフォーマンスがいいのかどうかはちょっと今この場では言えないですね。僕はこのタイプの全くなんですかね、メーカーは違いますけど、このアルミのペグは使ってます。でこれが折りたためるのでコンパクト、プラスチック製なので軽量の、ナイフとフォーク。ほんとめちゃくちゃありますね。100均すごいな。こんな感じで、口に触れるところがプラスチックになっていて、これ一緒だ。これと構造が一緒ですよ。ダイソーとセリア、鉄とプラスチック、プラスチック製ならセリア、金属製がいいのであればダイソーというような感じなんですかね。小さいんで、こっちの方が軽いですね。もちろんプラスチック製の方が軽いんで、これも好みかなと思います。でこちらがクイックドリンクボトル。ここに水を入れて飲む感じですかね。ちょっとやってみましょうか。はい、今水を入れてきました。クイックドリンクボトルということで、おそらくこの飲む代物だと思うんですけれども、こんな感じで水が出るんでしょうね。ちょっとこれもね、キャンプ道具ではない可能性もあるような気もするんですけど、入っていたんで。で、次いきます。これがスキレットカバー。これはスキレットがないとどうしようもないんですけど、なるほどね。スキレットの取っ手ですね。これ取っ手のカバーで、これ焼けないのかな。ここね、フライパンの先っぽを入れるタイプのやつだと思うんですよ。これがスキレットだとしたら、こうやってスキレットをやると思うんですけど、これ溶けないんですかね。耐熱温度が230度なので、どうなんでしょう。230度はならないもんでしょうか、皆さん。ちょっと僕ここが分かんないんで、ちょっと実際これ使えないんで何とも言えないんですけれども、スキレットカバーだそうです。でこっちが、包丁カバーですね。包丁のサイズによって使える使えないがあると思うんですけれども、例えばこういうちょっとこれサイズが合ってないんですけど、これ、こういうのを入れ、ここに今ね刃があるんですよ。安全に収納できるという包丁カバーですね。本来的に言うとこういう風に柄の部分だけ飛び出て、ここでパッチで留めるというようなイメージらしいです。これがランタン保管カバー L サイズ。これはもしかすると僕のお気に入りのフュアハンドランタンに使える可能性がある。なんか中が四角なので、僕のフュアハンドランタンにつけてみましょう。一応これキープドライと書かれているんで、めっちゃちょうどいいじゃないですか。リアルにランタンカバー欲しかったんですよ。なので今普通に靴が入っていた靴の紐とか入れてたんで、これはいいですね。もしかするとキープドライ、これ逆側からじゃダメなのかな。上からかけるより下から入れた方がいい気がするんですけど、これはそれじゃダメなんですかね。こっちの方が良くないですか。そんなことない。収納するときはです。どうなんでしょう。ちょっとじゃあ一旦これはもしかすると今のところ一番これが僕いいかもしれないです。本当に欲しかったんで。はい、だんだんもう目の前がぐちゃぐちゃになってきました。すいません、片付けができない男で。でこれが椅子。これが椅子ですよ。折りたたみ簡易チェアというふうに書かれていて、自己責任でしか
座れないんですけど、まあそうですね、これだったらなんか地べたでもいいんじゃないかなっていう気もしますけど、雨の時とかそういう話なんですかね。でこの辺の明るい系がまだ何個かありましたので、まず一つがベースライト。ペットボトルを置いてランタンに。なるほど。これね、セリアさん、ここのねネジね、ほんといらないと思うんですよ。これ一番最初に絶対電池入れるじゃないですか。その時にこれ僕ね、プラスドライバーね持ってない人いると思うんですよ。普通に家に一人暮らしのソロキャンパーとかで。僕今ねこれたまたまこうダイソーさんの使ってるんですけど、だってこれ取れるじゃないですか。まず取れて、これなくなっちゃう可能性大。すみませんね、熱くなっちゃいました。でこれね電池が、もうちょっと必要なので。電池が水の中にちょっとぽちゃっちゃいました。すみません、わざとじゃないです。3つ電池を入れることによってここがついて、だからこれ上に置かないとダメっていうことですね。やっぱこれでいいじゃないですか。ダイソーのこのジャグの下に置くと、このいつでもお水飲めますよっていう感じで、こうね光がこう待ってくれてるんで、ペットボトルじゃなくてこういうものでもいいですね。ベースライト間が連続点灯が48時間なんで、これで決まりじゃないでしょうか。で次が 5LED ランチャーライト。どういうことだ。ここが5個 LED がついてて7時間で、単4電池が3本必要です。こんな感じです。そんな明るくないですね、正直。そんなに明るくないと思います。本当、ただ最低限の機能は使えるんじゃないでしょうか。でこれがミニランタン、3、4時間テスト用ボタンが3個入ってるということです。ついた。はい、かわいいじゃないですか。卓上にこれね、かわいいですね。これまたこれほらプラスの電池、このタイプはまだせめてね丸電池なんでわかるんですけど、であと2つライトがありますね。これがハンドライト。なんかこれあれですね、スター・ウォーズとか出てきそうな感じしません？これ単3電池が2本、単3を連結してついた。なるほどね。これ吊り下げたり手で持ったりできると。引っ張ったら取れました。引っ張ったらここで、懐中電灯にもできて、これをこっち側に入れると、ランタンにもなるというものだそうです。ランタンと懐中電灯を、2way でハンドライトとして使えると。でこれがヘッドライトですね。ヘッドライト、これが強で3時間、弱で9時間というふうになっています。これで多分こうつけるんですけど、電池を入れたいんですよ。今僕電池入れたいんですけど、またこれプラスのねドライバーが必要なんですよ。単4が3本必要なんですけど、今これ入れてつけるんですけど、でこれ3段階強弱点滅があるそうで、今日の時は3時間。どうでしょう、これつけてみましょう。どうですかこれ。
あまりこの動画を流したくないですけど、結構明るいです。明るさはあると思いますね。まあ明るさはあるというか、まあ、100円でヘッドライトが買えるというのはまあ確かにすごいかもしれないですね。僕はタイムラプスとかを撮るときとか、まあ、カメラの時に、まあ、ちょっとねこの色の光は使わないんですけど、赤いの使うんですけど、100円でこれ買えるってすごいですね本当に。まあ、僕はこれは買わないですけど、全然これ機能としては使えると思います。はい、だいぶ進んできましたね。さっきも開けていたんですけれども、これ足の高さが変えられ、両面使いも OK、 スタンドロースターですね。これ便利そうですね。なるほど。もうねこれ下にこう足がついてるんですよ。足がこの足をこうやってこう立てて、この上でちょっとしたものをこう焼くこともできますし、この足を普通に特に触らず、このまんま網として使うこともできますし、これを、まあ、いわゆるこちら側に、反対にして、まあ、ここで網を使うっていう感じなんですよね。まあなんか反対でもなんか串焼きとかで使えるっていうふうに書かれているんで、まあ、ここに置くのかな。まあ、これ100円だったらこれ使い捨てでね、持っていくっていう人もなんか普通に出てきそうですね。これなんかまあ割と良さそうですね。100均ならではのものなんですかね。でこちら焼きおにぎりや焼き餅に使える取っ手付きミニ焼き網だそうです。こはいわゆるこのまんま火にかけると下が温かくなって、この上で物が焼けるっていうものだと思います。まあ、ちょっとの量をお手軽にって書かれてるんで、まあ、ちびちびこれがこっちがクックネット、なんかこうフライパンとかの中に入れられる、まあ、網、ちょっとここにこう下に出っ張りがあるんで置けると、まあ、ダッチオーブンの下とかに入ってるやつですかね、みたいなものと、これが、焼き鳥台、これは面白い。焼き鳥台があって、焼き鳥台はこれね、バーベキュー網に乗せて熱々の焼き鳥が楽しめる、同時に7本焼けるというもので、例えばこういうところに置いたとして、焼き鳥があったとしたら、焼き鳥を、ここで、置いて肉が焼けるというものだそうです。焼き鳥が1、2、3、4、5、6で7本焼き鳥が焼けるという代物です。これなんか面白いですね。本当もういろんなアイデア考えますね。商品開発の人に脱帽ですね。でこの前の2つがで、あと、セリアさんは3つですね。これが、ソロテーブル、ソロキャンプテーブルでいかがでしょうか。これをねこう外に持っていって、こちらでミニテーブルとして使いますと。でその上で、まあ、こういうねトレイ、バーベキューみたいなトレイがあって、まあこれランタンですけど、コップとか、まあ、ビールの缶とか置けるんですかね。これちょっとサイズが、これね絵ではビールの缶とかコーラの缶みたいなの載ってるんですけど、ちょっと載せるか分からないんですけれども、まあ、こういう使い方ができると。トレイですね。で、まあ、干す時はこういう風に置けるんですかね。トレイがあります。で最後が、こちらです。これが、お水が入るやつじゃないでしょうか。3リットルのウォータータンクです。はい、今こちらお水を入れました。どうでしょう。キャンピングライフ、これと、まあ、さっきのダイソーのものとちょっと比べると、せっかくなんでね、まあ、ダイソーのやつの方が確か水の量が少し入ったような気がするんですよ。でこうダイソーが 3.9 リットルですね。セリアが3リットルですけど、まあ おしゃれ度合いでいくとやっぱこうセリアの方が
でちょっとこうマチとかも、セリアの方がちょっと幅が広いというようなデザインですかね。あとはこう立ちやすいデザインにはなってそうな気はします。はい、じゃあこれでセリアのキャンプに使えるかもしれないグッズの紹介をセリア終わります。はい、で今2つ目のセリアが全部終わりまして、かなり時間もかかりました。で最後にキャンドゥのキャンプ道具を紹介をしてこの動画の終了とします。もうしばしお付き合いください。まずこちらから、これは今僕下に座っているこれダイソーのものと一緒だと思うんですけど、おそらくそうですね、コンパクトになる座布団ですというふうに書かれています。あ、これはねちょっと違いますね。この僕今座ってるのがこれなんですよ。ダイソーのタイプと比べてサイズがちょっと小さい、さらに、キャンドゥのが薄いですね。だいぶ薄い。キャンドゥのが薄手の作りになっています。でさらにサイズもちょっと小さいというような感じです。座った感じもこうダイソーの方が当然こう分厚いので座り心地は良いですね。ただもよりこう小さくコンパクトなので、それは皆さんのこうお好みで、やっていただくのがいいのかなと思います。お尻が痛くて早くこれを紹介したかったんですよ。で、もう少しで終了です。この辺がこれですね。これが、まずキャンドゥのバーベキュープレートディスク BBQ ディスクというふうに書かれています。これ取っ手があるものが置けないので、取っ手がないもう缶とか、コップグラスとかが、置くものですかね。プラスチックで、やっぱりこうチープですよね。100均のこういったものは。でこれがこれが、こちらにこう適応するマグ、フラップスープカップですね。これ失礼しました。スープカップだそうです。でここの、縁のところをしっかりと取り付けていると一応蓋になるみたいですね。蓋でここが、ステンレスシックカラーの蓋付きマグカップだそうです。この200円のやつとはちょっと、サイズ感は一緒ぐらいですね。でクッカーですかね。これは折りたたみ式ハンドルのついたステンレス食器なので、これだったらなんかシェラカップにしてほしいなっていう気もしなくもないですけど、どうでしょう。もう本当にすごいチープですね。全部そうなんですけど、でこっちのタイプがいい人はこれでもいいかもしれないです。でランタン見覚えがありますね。この辺がこれがランタンで、こちらがこれもね単3電池が3本必要なんで、これは結構奥深くに電池を入れなくちゃいけないので、おそらく取り出しやすいようにこの紐がついてるんじゃないかと思います。ただ一言言わせてもらうとすると、紐はこちら側につけてほしかったですね。なぜかというとつける時に邪魔になるので、今入れまして、つきました。これが1つ目で、これなんか なかったでしたっけ。これあれか、あっちと一緒だ。ナンバーがついてたタイプと近いところも一緒ですね。デザイン性の違いだけど、これがセリアでこっちがキャンドゥです。同じ全く一緒のものですね。模様が違うだけで、これがソーラーの電池。ちょっと充電ができていないので今つかないのであれなんですけど、こうやって吊り下げて使うタイプのやつですかね。ソーラー電池で、時間はフル充電で 6,7 時間持つそうです。でこちらが、ヘッドライトですね。ヘッドライト、これねヘッドライトキャンドゥさんも同じことを
言いますけど、これね、ここね、ネジね、ご勘弁いただきたいですね、これ。はい、これも電池が3つ必要です。なので釣りに山登りにキャンプに作業に単4電池3本使用で連続使用時間が9時間で、明るさが、明るさとしてはこっちのセリアの方が明るいような気がします。しかもこっちキャンドゥは1種類しか点灯方法がないのに対してセリアはこう弱と点滅があるので、この作りのこの中を見ててもセリアさんの方がなんか上を行ってる気がします。あとはデザイン性ですね。で、キャンドゥのこのコンテナ好きですね。コンテナが折りたたみコンテナ、非常に小さなコンテナがあって、もう終わりなんで、もうすぐ終わりで、これは見覚えがあるぞ。出たー。これは見覚えありますね。さて、キャンドゥのものは水漏れしないでしょうか。で、こちら折りたたみスプーン、フォーク、ナイフ。もうスプーンとフォークは開けないでおきます。これまた同じですね。ダイソーとセリアと同じようにここの取っ手のところを上にずらすことによって折りたためるというような代物だそうです。でセリアだけがプラスチック製で、ダイソーは鉄製です。でこれダイソーとかと一緒、ほぼ一緒ですね。ほぼ一緒というか一緒ですね。もう違いがわからない。なのでこの辺りは一緒のものなのかもしれないですね。はい、今キャンドゥの紹介が全て終わりました。でこれでダイソー、セリア、キャンドゥのキャンプ用品を、全て紹介が終わりました。かなり長い動画になったと思うんですけれども、最後までお付き合いいただきありがとうございます。で、じゃあ実際今回僕これいろいろ見てみて、自分だったらこうなんか買うものあるかなっていうふうに考えた時に、ちょっと今から、改めて振り返ってみようと思うんですけれども、僕的に、買ってもいいかなと思うようなものはですね、非常に悩ましい。まずこのコーヒーの折りたたみのこのバネットはめちゃくちゃ便利だと思います。他のメーカー、キャンプ道具、キャンプ専門メーカーからだと確かね1000円とか1500円とかしたような気がするんですよ。なのでそれはこの100円のやつでも全く同じような用途で使えるので、良いのではないかと思います。ダイソーとあとはこうセリア、この差ですかね。であとこのアルミのこのペグ、これはね実際打ってないのと1本単位で100円なので、少し、コストパフォーマンス最終どうなるかわからないんですけれども、もしかすると Amazon とかで比べてみて、高くなければありなのかなと思います。でこれですね、皮膚希望、これはね普通に用途としてはもう十分だと思うので、長さだけ、やっぱこう大きめの火を起こしたい人とかだとちょっとやっぱ近いんで、こういう本当にソロ用の、セットだと全然いいかもしれないですね。こうやって上からってやって、この上で焼いて食べるとかができるんで、これは全然良さそうですね。あとはですね、アウトドアっぽいというとこのパラコードのキーホルダー、これはねなんか自分で普通にこう巻いてくくって持ってくっていうパターンの方が多いと思うんですけど、これも面白いなと思いました。これですかね、このランタンカバー、これは僕がただ単にこうカバーが欲しかったんで、今ちょうど入れるものがあったんでよかったなっていう感じですね。そんなもんですかね。
あとは皆さんの用途とかちょっとした困りごとを解決するために必要なものだったりがあるんじゃないかなと思います。あとはあれですね、そのキャンプを始めるにあたってまず初心者の人が始めたい、キャンプを行きたいって言った時に最初から何ですかね、キャンプ用品のメーカーに行って買える人は全然買って長く使っていけばいいんですけど、こういったものでいろいろと試していくっていうのは非常にいいと思います。それこそ100均で何千円か持っていけばかなりキャンプのベースのセット、もちろんテントとかタープとかそれこそ寝袋とかは100均ではさすがに売ってないと思うんですけれども、売ってるのかな、売ってないと思うんですけれども、そういったもの以外はかなりの部類がジャンルが揃えられるんじゃないかなと思います。ですのでうまく何ですかね、キャンプ道具を揃える際にこういう100均とかのお店を使って買っていくとコストパフォーマンスよく非常に安価に安く道具を揃えられるんじゃないかなと思います。はい、皆さん今日ダイソー、セリア、キャンドゥさんのキャンプ用品をたくさん開けて見たんですけれども、いかがでしたでしょうか。お持ちのものとかもあるかもしれないんで、あとはねその他にもこういうものがあるよとか、あればぜひコメント欄で教えていただきたいです。で今後もこういういろんなキャンプ道具に関する企画とかをやっていこうと思いますので、アイデアもどしどしお待ちしています。はい、それでは長くなったんですけれども、本日の動画は100円均一にあるキャンプ道具を買って実際に開けてみたというような動画でした。最後までかなチャンネルをご覧いただきどうもありがとうございました。